Hi 皆さん、welcome back to my channel. And if you're new here, welcome to Real Japanese Family. 皆さん、今日は日本文化のビデオです。イェイ！やったー！こういう動画では、日本人は一般的に丁寧な日本語を話すんだけど、よくみんなからカジュアルな話し方で話してってリクエストをもらうから、みんなのリクエストに応えて砕けた話し方、カジュアルな話し方で話そうと思ってる。OK、今日のトピックは思いやり。思いやり。みんなは思いやりっていう言葉を聞いたことがある？思いやりって何だろう？思いやりはよく英語で empathy って訳されるけど、日本語の思いやりの意味は英語の empathy とはちょっと違うと思う。英語の empathy は本来は痛みを分かち合うとか、相手の立場に立ってその人の痛みを理解すること。もちろん人によって捉え方は違うと思うけど、思いやりは英語の thoughtful consideration に似てると思う。思いやりの意味は、思いは英語で thoughts で、やるは to direct とか to give って意味。だから言葉の本来の意味は自分の思いやエネルギーを向けること。例えば私が思いやりを感じたのはどんな時かな？例えば落ち込んでる時にお母さんが何も言わずに私が大好きなご飯を作ってくれた時。悩んでる時に友達が自分の話を一切せずに聞いてくれた時。疲れてる時に同僚が私のデスクの上に私が大好きなチョコを置いといてくれた時。知らない人が私が落とした財布を交番まで届けてくれたとき。これは何回もありましたね。So many times. 知らない人が私のリュックが開いてることを教えてくれたとき。落とし物が目立ちやすいように木にかけられてるとき。ある家族が写真をセルフィーで頑張って撮ろうとしてるときに、撮りましょうか？って誰かが言ってるのを見たとき。電車のホームで気分が悪くなっている人がいて、誰かがその人のために水を買ってきたのを見たとき、道を聞いたとき、わかりにくいから一緒に行きますって言って、わざわざ誰かが目的地まで連れて行ってくれたとき、グループでちょっとシャイで自分のことをあまり話さない人がいて、誰かが気を配ってその人にも話を振ってるのを見たとき、パーティーで一人で座ってる人の隣に誰かが座りに行ったとき、靴がきれいに揃えられてるとき、お寺や神社でみんなが静かにしてるとき、思いやりを感じることは数えきれないぐらいある。思いやりがある人は相手の立場に立って物事を考えることができる人。誰かが困ってるときに、今自分にできることは何かな？自分だったらどうしてほしいかな？と考えて行動できる人。自分のことだけじゃなくて、相手や周りのことも考えられる人。自分がどうしたいかだけじゃなくて、相手のこと、グループのことも考えられる人。あとは自分も人生で辛い経験とか大変な経験をしたことがあって、人の痛みがわかる人。これは英語のエンパシーに似てるかもしれない。この思いやりは日本では大切にされているように感じる。特に日本では自分からこうしてほしいとか私はこれがしたいっていう人が少ないから空気が読めたり気が配れたりする人は人間関係がうまくいくと思う。日本の国語教育では登場人物の気持ちとか作者の気持ちを考えさせる問題が多い。例えばこのテストでは登場人物ががっかりしていることがわかる文を探す問題があったり、がっかりしていないように見せるために登場人物がどう振る舞っているかを問う問題がある。相手の言葉をそのまま受け止めるんじゃなくて、表情や態度から人の本当の気持ちを汲み取ることを教えられた気がする。この思いやりと人の気持ちを汲み取れることは美徳の一つだと思う。でも、自分の気持ちを相手に伝えることとか、相手のことも考えながら自分の意見もはっきり言えることも同じぐらい大切だと思う。思いやり、空気を読むこと、相手の気持ちを考えることだけじゃなくて、
他の人を尊重しながら自分の意見を持って、それを周りの人と共有することも大切なことだと思う。私はそれを日本の教育でもっと教えてほしいと思う。皆さんはこの思いやりについてどう思いますか？どんな時に思いやりを感じましたか？ OK、今日のトピックは思いやり。思いやり。みんなは思いやりっていう言葉を聞いたことがある？思いやりって何だろう？思いやりはよく英語でエンパシーって訳されるけど、日本語の思いやりの意味は英語のエンパシーとはちょっと違うと思う。英語のエンパシーは本来は痛みを分かち合うとか、相手の立場に立ってその人の痛みを理解すること。もちろん人によって捉え方は違うと思うけど、思いやりは英語の thoughtful consideration に似てると思う。思いやりの意味は、思いは英語で thoughts で、やるは to direct とか to give って意味。だから言葉の本来の意味は自分の思いやエネルギーを向けること。例えば私が思いやりを感じたのはどんな時かな？例えば落ち込んでる時にお母さんが何も言わずに私が大好きなご飯を作ってくれた時。悩んでる時に友達が自分の話を一切せずに聞いてくれた時。疲れてる時に同僚が私のデスクの上に私が大好きなチョコを置いといてくれた時。知らない人が私が落とした財布を交番まで届けてくれた時。これは何回もありましたね。So many times. 知らない人が私のリュックが開いてることを教えてくれた時。落とし物が目立ちやすいように木にかけられてる時。ある家族が写真をセルフィーで頑張って撮ろうとしてる時に、撮りましょうか？って誰かが言ってるのを見た時。電車のホームで気分が悪くなってる人がいて、誰かがその人のために水を買ってきたのを見た時。道を聞いた時、わかりにくいから一緒に行きますって言って、わざわざ誰かが目的地まで連れて行ってくれた時。グループでちょっとシャイで自分のことをあまり話さない人がいて、誰かが気を配ってその人にも話を振ってるのを見たとき、パーティーで一人で座ってる人の隣に誰かが座りに行ったとき、靴がきれいに揃えられてるとき、お寺や神社でみんなが静かにしてるとき、思いやりを感じることは数えきれないぐらいある。思いやりがある人は相手の立場に立って物事を考えることができる人。誰かが困ってるときに、今自分にできることは何かな？自分だったらどうしてほしいかなと考えて行動できる人。自分のことだけじゃなくて相手や周りのことも考えられる人。自分がどうしたいかだけじゃなくて相手のこと、グループのことも考えられる人。あとは自分も人生で辛い経験とか大変な経験をしたことがあって人の痛みがわかる人。これは英語のエンパシーに似てるかもしれない。この思いやりは日本では大切にされているように感じる。特に日本では自分からこうしてほしいとか私はこれがしたいっていう人が少ないから空気が読めたり気が配れたりする人は人間関係がうまくいくと思う。日本の国語教育では登場人物の気持ちとか作者の気持ちを考えさせる問題が多い。例えば、このテストでは、登場人物ががっかりしていることがわかる文を探す問題があったり、がっかりしていないように見せるために、登場人物がどう振る舞っているかを問う問題がある。相手の言葉をそのまま受け止めるんじゃなくて、表情や態度から人の本当の気持ちを汲み取ることを教えられた気がする。この思いやりと人の気持ちを汲み取れることは美徳の一つだと思う。でも自分の気持ちを相手に伝えることとか、相手のことも考えながら自分の意見もはっきり言えることも同じぐらい大切だと思う。思いやり、空気を読むこと、相手の気持ちを考えることだけじゃなくて、他の人を尊重しながら自分の意見を持ってそれを周りの人と共有することも大切なことだと思う。私はそれを日本の教育でもっと教えてほしいと思う。
皆さんはこの思いやりについてどう思いますか？どんな時に思いやりを感じましたか？コメントで教えてください。あと、日本語だけで話す動画をもっと作ってほしかったら、ぜひいいねボタンを押してコメントで教えてください。いつも私のビデオを見てくれて本当にありがとうございます。じゃあ次の動画で会いましょう。またねー。